こんなにたくさんじゃがいもが収穫できました。これは、秋じゃがいもですね。こちらの品種はグランドペチュカという品種です。
はい、おはようございます。福山です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、秋じゃがいも、1回目の追肥ですね。令和7年、お彼岸が過ぎる頃ですね。皆さん、秋じゃがいもの生育具合はいかがでしょうか。しっかりと芽が出てきていますかね。定植時期はいつぐらいでしたかね。うちはですね、9月の上旬に種まきというかですね、種芋のね、定植をしています。で、秋じゃがいも、今日はですね、追肥のタイミングと、あとはこの後ですね、注意点、こちらの方をやっていきたいと思います。2本仕立てというかですね、2つお伝えしていきたいと思います。まずですね、今年、秋じゃがいもの、芽出しからですね、あとは発芽、どうでしょうか。昨年はですね、結構台風が来たりとかですね、これ地域差にもよると思うんですけど、一度ですね、水没というかですね、畑の方が水没をして、種芋が全部腐ってしまってですね、9月の上旬にもう一度種まきをしたんですね。その後ですね、およそ90から95日ぐらいですかね、昨年は収穫になってます。で、今年はですね、それほど台風の影響が少なくてですね、しっかりと発芽してきてます。ただ、発芽してきてないのもあるんですね。こういったものはですね、種芋が結構腐ってる確率が高いんですね。植え付けをしてからおよそ3週間、これぐらい経過してですね、もし芽が出てこないものはですね、一度掘り起こしてみて、芽のスイッチが動いているかどうか、こういったところとかですね、あとは種芋が腐ってるかどうか、こういったところもですね、よく確認しておいてください。で、もし種芋が腐っているとかですね、芽のスイッチが動いてないという場合はですね、種芋自体をですね、植え替えてあげるとかですね、そういったことをやるとですね、比較的早めに生育ができると思います。まだお彼岸ぐらいですので、まだ間に合います。まだ間に合いますからね。とある方法をやると、この後管理というかですね、栽培期間長く伸ばすことができるんで、まだまだ、注意しておいてください。で、まず1回目の追肥なんですけど、これ芽が出てきてですね、本葉の大きさがだいたい15センチから20センチ。これぐらいになったらですね、一度追肥をします。有機肥料であればですね、例えばもう油かすとか、あとは有機カキ殻石灰ですね。うちが使っているのは、さらにそこに米ぬかの発酵ぼかし肥料。これは嫌気性で作ったものですね。このトリプル、秋肥ではないんですけど、肥料ですね。そういったものをですね、すき込んで、ブレンドしたものをですね、与えます。で、最後に、もみ殻ですね。こういったものを与えてですね、まず雑草の抑制とか、そういったものをやるんですけど、もみ殻とじゃがいもの相性ってすごくいいんですね。ベストマッチなんです。本当ですかっていうふうに思うかもしれないですけど、めちゃくちゃ相性いいですからね。放線菌と、じゃがいも、ストロンですね。ストロンっていうのは、じゃがいもがぷっくらできるじゃないですか。じゃがいもがぷっくらできる、このストロンですね。この根っこ。ここからじゃがいもがこうやってついていくんですけど、これと放線菌の相性ってすごくいいんですね。ですから、もしもみ殻をね、持ってる方は、もみ殻も一緒にすき込んでみてください。これで病気の抑制とかもね、結構な確率でできるようになると思います。これが秋じゃがいもの特徴ですね。で、続いて2つ目です。これはですね、芽が出ていなかったもの。これはですね、以前の動画でもちょっとお伝えしたんですけど、芽出し作業というのを行っていたんですね。で、この芽出し作業をなんで行ったかっていうとですね、秋じゃがいもは先ほど冒頭でお伝えしたように、意外と腐りやすいんですよ。腐りやすい。ですから、種芋自体を、例えば半分に切る方とかいると思うんですけど、これ結構な確率で腐りやすいんですよね。腐らないっていう方もいると思うんですけど、これ本当ね、地域差とか温度とかね、環境にもよると思うんですね。それが一番大きいかなと思うんですけど、ですから、うちの場合は丸ごとね、まるっと、これぐらいの大きさですね。じゃがいもをですね、定食をしていくんですけど、それでもやっぱり秋じゃがいもって結構腐ります。春と違って腐っちゃうんですね。これ気温によるんですよね。で、ここがポイントで、しっかりと芽出し作業っていうのをやってからですね、芽が出ていない株、要は結株というふうに言われるものがね、出るんですね。こうやって株を植えていくと、一箇所だけ出ないとかね、何箇所だけ出ないとかっていうのがあるんですね。
秋じゃがいもの場合は結構この結果部が多くなります。ですから、事前にその種付け用のお芋ですね、育苗しているものをですね、作っておくと、それを植え付ける。で、そういったことをすると、比較的初期生育の発芽ですね、発芽から初期生育までが、栽培期間が結構確保できるので、こういったものをね、結構作っておくといいと思います。今ね、作ろうかっていうふうに思うと、今、これ撮影してるのがお彼岸の、中日ですね。ですから、ちょっと難しいかもしれないんですけど、もしですね、来年また秋じゃがやろうかな、なんて思ったらですね、これ参考にしてみてください。これがね、一つのポイントですね。で、今日だからこの二つですね。まず追肥のポイント。で、もう一つは結果部対策ですね。こちらの方をやりました。で、この後ですね、初期生育から、気温がどんどんスーッと下がってくるんですね。下がってくると、初期生育自体からですね、株の生育自体もどんどん緩やかになっていきます。で、この後、また2つポイントが入ってきます。気温、温度の確保。そしてもう一つが、2つ目。これが追肥ですね。2回目の追肥になります。これ2回目の追肥の時もまたお伝えしますけど、これ花が咲いた時に2回目の追肥して土寄せをします。これがポイントになります。で、最後に不織布を貼る。で、霜に当たらないような管理をしてですね、秋じゃがいも12月の中旬くらいまではね、栽培したいかなと思います。これもね、地域によるんですよ。地域によります。寒い地域だともう雪が降ったりとかですね、栽培できなくなってしまうんで、これ本当に地域によると思うんですけど、これ埼玉県なんですね。北部地区です。同じようにね、ここら辺の中間地と言われているところでやられている方はですね、ぜひ参考にしてみてください。ということで、今日は2つのポイントですね、お伝えさせていただきました。で、そしてですね、ここのところよくね、お伝えしているメンバーシップ始めましたので、皆さん、ぜひですね、深山村のコンテンツ、この運営にご協力いただける方はですね、ぜひチャンネル登録だけでなくてですね、メンバーシップの登録もしていただければと思います。ということで今日の動画、良かった方は高評価、またチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも。